はい、皆様、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、先月導入しまして、約ね、1ヶ月ちょっと経ってます。ハイブリッドインバーターのね、設定の見直しをしていきたいと思っています。こちらのハイブリッドインバーターなんですけど、バッテリーがですね、48V タイプですね。現在のね、バッテリーの電圧が 54.9V になってますけど、出力がね 10kW、 ソーラーパネルのね接続も 10kW までね、正確には 11kW なんですけど接続が可能になってます。でこれ撮影日なんですが、今日10月の28日ですね。10月28日なんですけど、ちょうど今の時期ですね、エアコンも使ってません。冷房運転ですね。それからまだそれほどね寒くないので暖房運転も使ってないという状況になってます。ということでですね、電気が余ってしまっている状態になってまして、今ねほとんど負荷、ここで見えるかな、家庭内でね電力使用がない状態になってます。で消費量とですね発電量、こちらがね Wi-Fi データロガーからのデータになるんですけど、このような感じで、赤い部分がですね発電量、黄色い部分がね消費電力っていうことで、日中に発電している分が、全然、消費されてないという状態になってます。で現在の設定はですね、充電はソーラーパネルからのみ、それから出力の方はですね、ソーラーパネルがね発電している時間のみ、電力ね供給するという設定になってます。で太陽光パネルの発電が止まった時点で商用電源にね切り替わるようになってるんですけど、今、ソーラーパネルから電力供給されてまして、ほとんど使ってないのでバッテリー側に充電しているという感じです。先ほどよりもね電圧高くなっているのが分かると思います。でこれ、もう満タンになってしまうと、あとは発電している電力がね無駄になってしまうので、バッテリーに貯めた電力を発電がね終わった時間から消費する設定にしていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まず充電モードのね設定をしていきたいと思います。現在はソーラーパネルからのみ充電するっていう設定になっております。これ確認していきます。設定番号の06になります。OSO、ソーラー充電のみの、充電モードです。うちでは商用電源からはバッテリーに充電しませんので、ソーラーパネルからのみのこのね、OSO という設定にしております。で続いてですね、アウトプットですね。アウトプットは01ですね。これがですね、バッテリーと、ソーラーパネルの、出力ということで、商用電源は利用せずに、アウトプットするというモードになります。こちらの設定なんですけど、商用電源をメインに使用するという UTI というモードですね。それからソーラーパネルとバッテリーの電力を使用するという SBU という設定。それからソーラーパネルが発電している時間中のみ、給電するというね SOL という設定があります。で現在はですね、今まで SOL というね発電時間中だけ、この電力を使うということで設定してたんですけど、先ほども言ったようにですね、日中の発電電力がほとんど余ってしまっている状態になっているので、この設定を見直して、例えばね日没時、それから早朝のねパネルがまだ発電していない時間等にでも、バッテリーからね電力を供給するという、モードに変えたいと思います。これはね SBU というモードになります。
で、今01点滅してますので、これエンターを押します。そうするとね、こちら側が点滅が始まります。これで上下ボタンを押して SBU、こちらの設定にしたいと思います。これでエンターです。で、今度続きまして、このね、バッテリーから電力供給するんですけど、どの電圧になった時に、商用電源にね、切り替えるかという設定になります。こちらがですね、04になりますね。現在 49.2V になると、商用電源に変わりますよっていう、ちょっとこのマーク分かりますかね、感じになっております。これをですね、電圧、もう少しね、下げてバッテリーのね、残量、使うように、設定していきます。46V ぐらいにしておきましょうかね、とりあえず。46.0 に設定しました。46V になりましたら商用電源に切り替わるという、設定です。はい、これでエンターを押します。続いてですね、今度低電圧になって、商用電源を利用しているとき、翌日ですね、日中ソーラーパネルが発電しだして、バッテリーにねチャージして、どの電圧になったときにまたバッテリーからのね電力供給を行うかという、設定なんですけど、それがね05になりますね。05、今 57.6V まで、電圧がねバッテリーの電圧が上がったときに、商用電源からバッテリー電力への切り替えが行われるようになってるんですけど、これねもう少し低めに設定していきます。とりあえず 54.0V、 ここまで上がった時に、バッテリーのね電力に切り替えるという設定にします。それでセットで終了です。他も設定項目はねすごくたくさんあるんですけど、とりあえず、今回はこの設定でいってみたいと思います。現在ねもうだいぶ今日日が出てますので、電圧バッテリーのね電圧徐々に高くなっているのがわかると思います。接続しているねパネルは 250W のパネルがですね8枚直列で接続してます。でこの、ハイブリッドインバーターですね、2系統のパネルライン接続口があるんですけど、1系統につき直列数で 500V、5500W までということになってますので、2系統合わせると 11kW までパネルのね入力が可能になってます。ここの部分ですけどね、わかりますかね。今 220V、0V となってますけど、PV1、PV2、ここがこう切り替わりながら電圧が出てます。PV2 ね、つないでませんので 0V になってます。バッテリーのね、電圧がどんどん上がっているのがわかるかと思います。とりあえずですね、今日から、数日間、この設定で、使用してみたいと思います。でね、また例えば、バッテリーのね減りが早いですとか、天候によってはねバッテリーの電力がねうまく供給できなかったりということもあると思うんですけど、この辺りでね電圧の設定電圧のね変更をしたりですとか、見直していきたいと思いますけど、しばらくはねこれで、様子を見ていきたいと思います。この辺りね設定ですね、どの電圧ポイントで、商用電源に切り替えるかとかですね、宅内での電力消費量ですね、この辺りによっていろいろ各家庭によってね使用状況が様々に違うと思います。
この辺りをねこう見極めるのなかなか大変だと思うんですけど、これはもう順次やっていくしかないですね。で、季節によって消費電力変わると思います。やはり冬場はですね、暖房運転、エアコンでね暖房運転したりすると消費電力かなり多くなりますので、夏場はねエアコンで消費電力上がります。春秋のね気候がいい時は比較的電力消費量ってねどこのうちでも少なくなると思うんですけど、こういった例えば季節によるものなどでも消費電力ってね大きく変わってきちゃいます。夏場はね日中発電量が多い時にエアコン使うんですけど、冬場の暖房を使用するのってね日中よりも朝晩、日が出てない時の方がね気温下がるので消費電力多くなっちゃうっていうね、状況になりがちです。こういったことからもね電力消費量どの時間帯にどれぐらい使うのかによってもですね、かなり大きな差があるので、この辺りはね、その時期ですとか電力消費に合わせて設定をね見直していかないといけないので、一年中ね同じ設定でやった場合はやはり電力のねロスが出てしまったりとか、電力不足が出てしまったりっていうのがねあると思うので、この辺りね考慮しながら設定してみてください。またこれでね運用して、設定変更ねするようなことがあれば、ショート動画等でねまた動画アップしてきますので、そちらもご覧になってみてください。それでは、これで今日の動画は終了になります。どうもありがとうございました。それではまた。